辞書で調べた単語を使ってみたけど、あれ通じない。日本人に聞いてみたら、意味はわかるけど、普通は言わないかな。そんなことありませんか？意味は正しい。でも、なんか変。そんな時は、文脈とニュアンスが鍵です。この動画では、ストーリーの中で言葉の使い方やニュアンスも解説します。どういう場面でどんな気持ちで使うのか自然に学べます。一つの単語を一つの訳で終わらせない。自然な日本語を一緒に身につけましょう。それでは始めましょう。今日のレッスンは一本の藁2の3です。タイムスタンプもあります。概要欄をチェックしてみてくださいね。このお話の語彙リストやトランスクリプトをダウンロードできます。概要欄からクリックして使ってみてください。前回までのお話です。一人の若者はお寺で観音様に祈り続けました。すると、一人のおじいさんが夢に出てきました。夢の中で、そのおじいさんは若者に、お寺を出て最初に手に触ったものを拾いなさい、と言いました。若者はすぐにお寺を出ると、つまずいて転びました。今日のレッスンでは、この8行を勉強していきましょう。では、まず、ストーリーを聞いてみましょう。道の上に藁が一本落ちていました。その藁を思わず手につかみました。若者は、なんだ、藁か、と言いました。それから捨てようとしました。しかし、その時、夢を思い出しました。手に触ったものは何でも大事に持っていなさい、と言われたことを思い出しました。そして、これは観音様からかもしれない、と思いました。若者は藁を手の中に握って持っていきました。どうでしたか？それでは文法のポイントや語彙を勉強していきます。道の上に藁が一本落ちていました。道です。これも道です。これは道路です。道路は車が走ったり、人が歩いたり、自転車が走ったり、整備された道のことを道路と言います。道、二つの意味があります。一つ目は、さっきお話しした人や動物、車などが通るところです。二つ目は、人の生き方や
学びの方法です。例えば、柔道、剣道、沖縄で生まれた空手道、合気道、弓道、茶道、書道などは、どれも道とつく文化です。これらは心と体を育てる道です。道、道の上。道の上に藁が一本落ちていました。一本のポンですね。鉛筆、バナナ、ビールの瓶、きゅうりなど細長いものを数えるときに使います。この藁も長いですよね。ですから一本の藁。この飲むときに使う、これはストローですので藁ではないですよ。気をつけてくださいね。では数え方、一緒に練習していきましょう。1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本、10本。その藁を手につかみました。思わずというのは考えないで何かをしてしまうとき、自然に出てしまう行動を表します。若者は、なんだ、藁か、と言いました。なんだ、藁か。なんだ、何々か。思っていたことと違って、がっかりしたときに使います。なんだ、藁か。若者は、ただの藁だったとわかって、がっかりしています。それから捨てようとしました。若者は拾った藁を捨てようとしました。何々ようとする。これから何かを始める少し前のことを表します。例えば、ご飯を食べようとしました。その時、ピンポーン、ドアベルが鳴りました。そんな風に使います。若者は拾った藁を捨てようとしました。しかし、その時、夢を思い出しました。思い出します。前に見たことや経験したことを心の中でまた考えることを表します。手に触ったものは何でも大事に持っていなさいと言われたことを思い出しました。主語はおじいさんです。おじいさんは若者に言いました。主語は若者です。若者はおじいさんに言われました。
例えば、先生です。鈴木さんです。鈴木さん。主語は先生です。先生は鈴木さんを呼びました。主語は鈴木さんです。鈴木さんは先生に呼ばれました。呼ばれました。これは受け身形です。受け身形の作り方です。グループ1、呼びます。呼ばれます。言います。言われます。取ります。取られます。グループ2、食べます。食べられます。見ます。見られます。グループ3は不規則動詞です。します。されます。来ます。来られます。教科書を持っている方は、みんなの日本語は37課、元気は21課、丸ごとは13課と18課で受け身形を勉強します。見てみてくださいね。そしてこれは観音様からかもしれないと思いました。かもしれない。多分、そうです。でも、多分、そうじゃないです。はっきりはわかりません。かもしれません。かもしれない。若者は、この藁が観音様からかもしれないと思いました。若者は藁を手の中に握って持っていきました。握る。手で強く持つこと。藁を手の中に握って持っていきました。では、クイズです。長いものを数えてみます。バナナが1、3本あります。2、3本あります。3、3本あります。どれでしょうか？正解は3。バナナが3本あります。ビールを1、2本お願いします。2、2本お願いします。3、2本お願いします。どれでしょうか？正解は1、ビールを2本お願いします。きゅうりは1、1本50円です。2、1本50円です。3、1本
50円です。どれでしょうか？正解は2。きゅうりは1本50円です。次に受け身形を練習してみましょう。先生は鈴木さんを呼びました。鈴木さんは先生に呼ばれました。受け身形を作ってみましょう。呼びます。はいどうぞ。呼ばれます。言います。はいどうぞ。言われます。取ります。はいどうぞ。取られます。食べます。はいどうぞ。食べられます。見ます。はいどうぞ。見られます。します。はいどうぞ。されます。来ます。はいどうぞ。来られます。先生は鈴木さんを呼びました。鈴木さんは、はいどうぞ。先生に呼ばれました。ケーキです。後で食べたいです。冷蔵庫に入れておきます。でも、誰かが食べました。誰かがケーキを食べました。私は、はいどうぞ。誰かにケーキを食べられました。残念な気持ちですというニュアンスもあります。多くの人は日本の漫画を読んでいます。日本の漫画は、はい、どうぞ。多くの人に読まれています。多くの人は日本の漫画を愛しています。日本の漫画は、はいどうぞ。多くの人に愛されています。文法や言葉の意味を勉強したところで、最後にシャドーイングを練習してみましょう。声に出して一緒にやってみてください。道の上に藁が一本落ちていました。その藁を思わず手につかみました。若者は、なんだ、藁か、と言いました。それから捨てようとしました。しかし、その時、夢を思い出しました。手に触ったものは何でも大事に持っていなさい。
と言われたことを思い出しました。そしてこれは観音様からかもしれないと思いました。若者は藁を手の中に握って持っていきました。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？シャドーイング、リスニング、上手になるために繰り返し何度も何度も聞いて話す練習をしてみてくださいね。またこの続きもお楽しみに。最後まで見てくださってありがとうございました。